皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介します。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えましょう。さらに本日の重要古語。また、文法や知識についても解説しています。では、早速行ってみましょう。今回は第4条夕顔の第28話です。桐壺亭の王子として生まれた光源氏。進化に降格した後、様々な女性と関係を持っています。今回は光源氏17歳、夕顔の屋敷に興味を持ち、自分の素性を隠して彼女のもとに通い始めます。この女は当の中将の元恋人ではないかと思いつつ、彼女への執着がどんどん増しているのでした。では、この後の展開、行ってみましょう。縁立ち、景色ばまん人は、消えも入りぬべき住まいのさまなんめりかし。されど、のどかに。つらきも、浮きも、肩払いたきことも。思い入れたる様ならで。我がもてなしありさまは、意図あてはかにこめかしくて。またなく老川式隣の用意なさを。いかなることとも聞き知りたる様ならねば。なかなか恥かかやかんよりは。罪許されてぞ見えける。ゴーゴーとなる髪よりもおどろおどろしく。踏みとどろかす、カラウスの音も、枕髪と覚ゆる。穴、耳、かしかましと、これにぞ、おぼさるる。何の響きとも聞き入れたまわず。意図怪しゅう目覚ましき音ないとのみ聞きたもう。くだくだしきことのみおかり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。中秋の名月の夜、しみじみと夕顔と過ごそうとしていたにもかかわらず、耳障りな生活音に光源氏は親鸞されているようですね。
さて、今回はるの識別についてお話ししましょう。助動詞るは、受け身、尊敬、自発可能の4つの意味があります。もちろん、未然形接続であること、また活用の仕方から、完了の助動詞のりとの識別も重要ですが、今回は助動詞るの意味識別に絞って解説しましょう。助動詞るは、このような識別法が文法書に載っています。受け身というのは、文脈上、誰々にというのが必ず想定されます。任にされるという内容になっているなら、受け身です。次に、尊敬ですが、必ず主語が敬意を払うべき身分の人です。また、オーセラルなど、敬語動詞につくルラルは尊敬語になります。そして、レズと内気とセットで用いられる場合は、可能の意味になる場合が多いです。ただし、鎌倉以降の古文では単独で可能になる場合もあります。近代古文が出てきた場合は、他との消去法で可能になる可能性も考慮しておきましょう。最後に自発です。自発は新中語につくルラルで、せずにいられない自然とされるなどと訳します。ちなみに、新中語というのは、おもふやおぼゆなど、心の中を表す語です。また、泣くや笑うという行為も、心中を表す行為なので、自発になる場合が多いです。今回は、おもさるるという形で出てきていましたね。確かに、おもすというのは尊敬語なので、敬語動詞プラスルラルの法則に当てはまる気がするかもしれませんが、ここは光源氏が主語。敬語動詞プラスるで二重敬語を使うならば、主語は最高敬意の人、例えば帝や中宮などでなくてはいけません。したがって、相対的に見て、ここは自発で捉えた方が良さそうですね。さあ今回も第4条夕顔からのイラスト役でした。第1条桐壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。